皆さんこんにちは、旅倉です。今日もご視聴くださりありがとうございます。よく本棚を見るとその人の頭の中身が見えるって言いますけど、私の本棚はまさにその通りで、暮らし、住まい、インテリア、心地よい、整えるなどの文字が並んでます。お料理はあまり得意ではないんですけど、キッチン周りのことがすごい好きなので、旅とキッチンの話とか料理上手な人の台所を見るのもすごく好きです。私は高校卒業後約29年間海上自衛官として働いてたんですけど、そんな私が安定した立場を手放し、なぜクリエイターの道を選んだのか、今日はそんな話をしたいと思います。今見ているこのオリーブっていう雑誌なんですけど、10代の頃に私が最も影響を受けた雑誌として何度か動画でも紹介していると思います。今見ているこのオリーブは約30年前に発刊されたものなんですけど、今見ても全く色あせないですよね。そしてオリーブは当時の雑貨ブームの火付け役だったようにも思います。実はこの頃からすでに雑貨やインテリアに携わる仕事をしたかったんですよ。でもね、なぜかそんなの現実的じゃないって10代の私は勝手に思い込んでたんですよね。なんでなんでしょう。でも多分自分に自信がなかったっていうのもあると思います。今思えば自信なんて必要なかったのにって思いますけどね。で、仕事を始めてからはとにかく毎月雑誌を大量に買い込んでたんですよね。それで増えていく雑誌を整理したくて始めたのがこのスクラップブックを作ることだったんです。誰に見せるわけでもないこのスクラップブック作りなんですけど、これね、ただの趣味のはずなのに、なぜか並々ならぬこだわりを持ってやってたんですよ。どんなこだわりかというと、とにかく見開き1ページが美しく見えるように、色合いや世界観が統一されるようにっていうことをすごく意識してました。なので切り取った写真のサイズや形を見て、ページへの配置をものすごく真剣に考えて貼っていってたんですよ。私のインテリアの世界観が好きっていう風に言ってくれる方がすごく多いんですけど、なので前職の話をした時にデザイナーさんとかインテリアに関するお仕事をしていると思ってたっていう風に言われることがすごく多いです。でもインテリアやデザインに関する勉強って全く実はしたことがないんですよ。すべて感覚でやってます。今思うとスクラップブック作りをしながら自分自身の好きを確立してた時期だったのかなっていうふうに思います。もう異常な熱量で取り組んでたこのスクラップブック作りですけど、自分自身の世界観を表現したいっていう気持ちの表れだったのかもしれないですね。30代半ば頃になるとこのスクラップブックもパタリと作らなくなったんですよ。で、今写ってるこれは多分最後の一冊なのかなっていうふうに思います。ちょうどこの頃仕事の転勤で東京での暮らしが始まったタイミングでもありました。
それと同時に暮らしそのものを豊かにすることに興味を持ち始めたんですよね。それまでは洋服やインテリアの雑貨など物への興味だけだったように思います。北欧のライフスタイルから受けた影響も大きかったかもしれないです。東京に転勤した後、私はとにかく新しいことを学ぶために外に出かけていきました。そしていろんな暮らし方、働き方をしている人に出会ったんですよ。前職ではたくさんの素晴らしい出会いや経験をさせてもらって、今振り返ってみてもなんだかね、第二の青春みたいな感じの時間を過ごしたんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん大変な時もありましたけど、同僚にも恵まれて楽しく勤務していました。そして休暇を利用して行きたかった海外旅行にも毎年のように行ってました。それでもずっと心のどこかで分かってたんですよ。自分自身の本当の居場所は別のところにあるっていうふうに。スクラップブック作りや自分自身の部屋を飾ることや海外に行くこと、そうやって安定を手放すことなく心の隙間を埋めようとしてたんですよね。でも外側からいくら埋めようとしてもその隙間は決して埋まることはなかったんですよね。ところで皆さん、すでにお気づきかと思うんですが、私ムーミンの世界観が大好きなんですよ。子供の頃はムーミンは数あるアニメの一つという感じだったんですけど、大人になってからムーミンの物語を本で読んで、その世界観にすっかり魅了されてしまったんです。ムーミンの物語には人生哲学が詰まってるとすら思っています。全9巻あるシリーズの中でも特に好きなのがこちらのムーミン谷の冬というお話です。以前この本をテーマにした動画を1本作ってしまったぐらい好きなんです。冬の間冬眠するはずが一家の中でムーミンだけが目覚めてしまうんです。そして孤独や絶望感の中でも仲間と出会い、徐々に元気を取り戻していくムーミン。でもムーミンはこんな風に考えてました。春は意地の悪い冬の世界から自分を救い出してくれるものだと。でも待ちに待った春を迎え、希望にあふれる幸福感の中でムーミンは気づくんです。幸福とは自分で手に入れ、自分のものにした新しい経験から来るものだと。先日図書館で借りたトーベ・ヤンソンさんの本の中に印象に残った挿絵がありました。ムーミンが岐路に立ち考えあぐねています。進むべきは
先に2人しかいない不安定な道か、それとも大勢が行く道か。正解の道というものはなくて、ムーミンが言う通り自分で選んで自分のものにしていくしかないんですよね。今日もご視聴ありがとうございました。旅倉でした。